名前がみつきです。22歳でアパレルをやってます。今日は寒くなってきたんで、ロングコートの気分だなと思ってこのコートを中心にスタイリング組んだんですけど、コートが自分がセレクトショップに入って初めてズルカマラさんとの別注で携わらせていただいたアイテムで、本来この色味とかってあんま出ないとは思うんですけど、自分が関われたこそ作れたアイテムだと思うんで、それをメインに持ってきて動きが綺麗に出るアイテムだと思うんで、上は割と動き出すんですけど、下はウール系のワイドフレアパンツを足元に持ってきて、しっかり秋冬らしく重さは残しつつ出しつつでスタイリング組んでみました。重ね着をする時とかは結構生地感だったりが被らないように考えたりとか、あとは色とシルエットを結構重視してスタイリングすることが多いです。好きなブランドは一つに絞るのが結構難しくて、本当にいろんなドメスティックブランドを着用するので選びきれないんですけど、系統でいうとやっぱりモードが一番普段着ること多くて、でも日によってストリートだったりももちろんしますし、で結構モードストリートミックスして、スタイリング組むことが多いです。きっかけはやっぱり小さい頃から親に、その時はアウトドアブランド寄りだったんですけど、いろいろ着せてもらって、自分が SNS 世代っていうこともあってインスタグラムとかで結構調べていくうちに、今ドメスティックブランドにどっぷり浸ったっていう感じですね。おすすめのお店は、東京だとセレクトショップはうちのシェルターで、古着だとイロハになってて、あんまり注目されてないとは思うんですけど、地方の高知県とかだとセレクトだとシエニさんだったり、古着屋さんだとリビングさんだったりっていうのが結構自分がお世話になってますね。財布は、エンダースキーマの2つ折りの財布を使ってまして、で結構僕もともと長財布使ってたんですけど、あんまり荷物にしたくないなと思って高3の時に買ってからもう4年ぐらい使ってます。香水は今ルラボさんの、ネロリっていうのとローズっていう2種類の色を日によって使い分けてて、結構シーズンによって買い替えたりすることが多いですね。今は、セレクトショップと古着屋を掛け持ちで働いてまして、古着屋の方は販売の方を中心に働かせていただいてて、セレクトショップの方ではインスタグラムの運営だったりオンラインサイトの運営と、あとは、販売ももちろんそうですし、バイングの方も携わらせていただいてます。やっぱり知識が増えると本当に見方が全然変わるなっていうのがありまして、知識めちゃくちゃ増えたっていうわけで全然まだまだなんですけど、今まで触れてこなかった部分を重視して選ぶことが増えたなっていうのがやっぱりあります。今結構個人的に素材にすごいハマってるというか、本当素材一つで服って全く見え方変わるなっていうのが一番感じてまして、そこでデザイナーさんだったり作り手の素材選びだったりとか色選びだったりとかっていう部分に考えさせられたりするなっていうのがやっぱり今は一番あるかなと思います。一番は、今日も履いてるんですけど、サスカッチファブリックスとマリエオヒラさんのコラボレーションのレザーシューズ
になってて、これがその今のセレクトショップの方で最初に購入したレザーシューズだったんですけど、本当にいろんなスタイリングにハマって、でこれのおかげでいろんな関わってもらえる人とかに覚えてもらえることが結構多かったので、自分もそうですし自分にいい影響を与えてくれたシューズだなって思います。好きなものはボトムスですね。本当に色、素材、シルエットで一番なんか差が出るというかアイテムかなと思ってて、でやっぱり結構自分のスタイリングとしても今日は結構がっつりコートで色物入れてるんですけど、割と足元で遊ぶことが多いのでボトムスは本当によく見ますしよく買っちゃいますね。最近注目しているブランドだとドメスティックブランドになっちゃうんですけど、なんかやっぱり陽子坂本とか松藤だったりっていう今の気分というか着回しっていう部分でも汎用性の高いアイテムかなり多いんで、素材とかも生地感とかもすごいいいアイテム多いんで結構注目してます。原宿にあるオルタさんにもうかれこれ4年ぐらい通わせていただいてます。趣味は結構多趣味なんですけど写真を撮ることと音楽を聴くこと、あと映画ももちろんそうですし、喫茶店とか公園とか結構いろんなところを回ったりするのが好きです。好きな本は最近は本とかはあんまちょっと時間なかったりして読めてないんですけど、高校時代にすごい読ませてもらったのが有川博さんとか久保みすみさんとかで、日本語の表現が豊かというか同じ意味でもいろんな言葉使って表現してくれるので読み漁りましたね。一つに絞るのが結構難しいというか、コロナで自粛期間はワイルドスピードとかめちゃめちゃ王道ですけどハマってて、3日で全部見ちゃいましたね。ハマりすぎて一曲に絞るのも結構難しくてアーティストとかになっちゃうんですけど、最近ハマってるのがインスト系聴くこと最近多くて、でビッグエイトさんっていう日本の方だと思う。でその人のビートメーカーで聴き心地のいい曲が多くて自分の好みにすごい合ってるんで、最近はずっとそれを聴いてます。今後の目標、直近とかだとこのアパレル業界でじゃないですけど、ドメスティックブランドだったらこの人って思ってもらえるような存在になりたいっていうのと、ゆくゆくは今そのメンズでセレクトショップ働かせていただいてるんですけど、メンズだけじゃなくてレディースとかも取り入れたお店、姉妹店だったりとかを展開していきたいなと思ってます。好きな食べ物はトマトです。今働かせていただいているお店のインスタグラムとか運営してますんで、よかったら遊びに来たりとかインスタの方もフォローしてもらえたらなと思います。